アーセナルがホームでアトレティコ・マドリードを破り、20年ぶりにチャンピオンズリーグ決勝への切符を手にしました。アーセナルのサポーターたちは記憶しています。バイエルン・ミュンヘン相手に 1,2 戦合計10対2で大敗を喫したあのチャンピオンズリーグの夜のことを。ヨーロッパリーグ決勝でチェルシーに敗れた後、かつてアーセナルのユニフォームに袖を通したオリビエ・ジルーに嘲笑された瞬間、ダビド・ルイスがただ走った末に虚しく退場となり、試合を台無しにした記憶。キャプテンだったオーバメヤンがある日突然荷物をまとめてバルセロナへ去ってしまったこと、そして毎回チャンピオンズリーグ出場権やプレミアリーグのタイトルを目前にして滑り落ちていった数えきれないほどの失敗を。アーセナルは常に優勝という大きな壁の目前で自らつまずいてしまう美しいが気弱なチームという汚名を着せられなければなりませんでした。しかし今のアーセナルは違います。アトレティコ・マドリードという欧州サッカー界最高の盾を打ち破り、実に20年ぶりとなるチャンピオンズリーグ決勝進出という偉大な業績を成し遂げたのです。実のところ今シーズンのアーセナルの道のりは決して平坦なものではありませんでした。アーセナルのファンにとって4月は常に恐怖の月でした。実際ミケル・アルテタ監督の体制下においてアーセナルの4月の勝率は5割にも満たず、シーズン中で最も低調な記録を残してきました。今シーズンも例外ではなく、ここ数試合は選手たちの足取りが重く、疲労の色が濃く現れたまま、意味のない足元のパスばかりが行き交い、試合が停滞するもどかしい展開が続いていました。しかし、カレンダーが5月にめくられるや否や、嘘のようにチームのエネルギーが蘇りました。かつてのアーセナルが5月になると勝率トップ3圏内のフォームを取り戻していた、あの5月の魔法が今回も発動したのです。アトレティコ・マドリードとの準決勝でアーセナルは停滞したパスワークを捨て、相手の背後のスペースをシンプルかつ鋭くつく直線的なサッカーを展開しました。何よりあの粘り強いアトレティコを相手に運動量で完全に走り合いを制したということは、このチームが肉体的にも精神的にも完全な回復を遂げたことを証明しています。この反転攻勢の中心にはついに本来のコンディションを取り戻したキープレイヤーたちがいます。最も喜ばしいのはブカヨサカとベン・ホワイトのフォームが絶頂に達しているという点です。チームの根幹であり攻撃の活路を切り開くこの2人の右サイドでの支配力が蘇ったことで、アーセナルは再び鋭く機能し始めました。シーズン終盤の最も重要な局面でチームのコアとなる選手たちがしっかりと中心で支えてくれていることは何にも代え難い大きな武器です。さらにビクトル・ギョケレスの完璧なフィットがアーセナルに破壊力を加えました。試合中ボールロストや決定的なチャンスを逃す惜しい場面がなかったわけではありませんが、ギョケレスが見せた全方位的なプレスと闘志はその全てのミスを補ってあまりあるほど素晴らしいものでした。彼の闘争心はアトレティコの守備陣を息詰まらせ、チーム全体に絶大なエネルギーを注入しました。最も驚くべき戦術的な逆転劇はまさにマイルズ・ルイス・スケリーの発展です。一時期はサイドで失格の烙印を押され忘れ去られようとしていた彼は、セントラルミッドフィールダーへとポジションを移した後、見事な復活を遂げました。スケリーが中盤に陣取って生み出すため余裕と激しい競り合いで見せる強さはアトレティコのプレスを無力化する極めて重要な鍵でした。サイドの落後者が中盤の支配者へと生まれ変わったこの物語は、今シーズンのアーセナルが体現する粘り強さの縮図のようです。またノニマドゥエケがピッチを縦横無尽に駆け回って見せた献身的な運動量、そして後半に投入された交代メンバーたちが完璧にそれぞれの役割を果たした部分は、現在のアーセナルのスカッドがどれほど分厚く質的に優れているかを端的に物語っています。対戦相手であったアトレティコ・マドリードと比較してみると、アーセナルの進化はさらに鮮明になります。アトレティコはアントワーヌ・グリーズマンとフリアン・アルバレスが交代でベンチに退いた途端、プレーの質が目に見えて垂直落下しました。一方のアーセナルは交代カードを切るたびにむしろエネルギーが逃げていきました。強大な資金力を背景に構築された圧倒的な選手層、デプスの差が結局のところチャンピオンズリーグ決勝への切符の行方を分けたと言えるでしょう。あとは今週末に行われるウェストハムユナイテッドとのロンドンダービーさえ無事に乗り切れれば、それ以降のスケジュールは週1回のペースへと移行し、体力的な負担を大幅に軽減させることができます。リーグ優勝争いはいよいよ佳境を迎え、そして20年待ち望んだチャンピオンズリーグ決勝の舞台が待っています。ロンドンのグーナーたちがこれほどまでに熱望してきたプレミアリーグ制覇、そしてクラブの歴史上未だ一度も手にしたことのないビッグイヤーを掲げる真のエリートクラブへの飛躍、そのチャンスがまさに目の前にあるのです。マンチェスターシティや PSG のような新興資本のクラブもチャンピオンズリーグ決勝への2度目の挑戦でようやく優勝カップを手にしました。
アーセナルもまた2006年のパリでの最初の失敗から20年ぶりに巡ってきたこの2度目のチャンスを決して逃してはなりません。決勝戦の相手がどちらになろうとも世界中のサッカーファンの胸を熱くさせる途方もないマッチアップが成立するでしょう。 PSG が勝ち上がってくれば新興強豪同士の真剣勝負になりますし、バイエルンミュンヘンが上がってくればその意味はさらに特別なものになります。過去の10対2という大惨事の屈辱を決勝という最高の舞台で復習する絶好の機会であり、何よりもトッテナムの心臓であったハリー・ケインとチャンピオンズリーグ決勝で相まみえることになるからです。アーセナルが宿敵のレジェンドを打ち倒して史上初の優勝を飾るのか、それともケインがノースロンドンのライバルを打ち砕き自身の生涯の悲願であるビッグイヤーを掲げるのか、どちらに転んでもサッカー史に刻まれる最高の超大作ブロックバスターとなるはずです。